皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティっていうものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるっていうことなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。はい、ではここからおひつじ座さんのタロットを見てみたいと思います。よろしくお願いします。
はい。じゃあ一緒に見てみましょう。12月です。おっと、ソードの8。ソードの9。ソード6。ペンタクス5の逆。ほうほう。そしてペンタクスの9。ワンドの9。ペンタクスの7。はい。そして気をつけることで対策が、ワンドの4。ソード10、ソード8、9、10出ましたね。そしてオラクルは、じゃん、わーいっていう、そのワンドの6ですね。逆位置ですけれども。はい、解説していきたいと思います。まず本当にお羊座の皆さん、2025年もお疲れ様でした。やっぱりこう土星がね、一時的にこうお羊座に入ってきていたことによって、結構いろんなチャレンジを強いられた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に私2026年楽しみだと思ってるんですね。特にお羊座の皆さん。力を試される時だよ、みたいな感じがあり、超えられる時期、超えるチャンスがあるよって、本気で向き合うチャンスがあるよって感じなんですね。また詳しくは2026年の動画の方でお話ししますけれども、なんかその前触れの12月って感じがするんです。ですから、星の流れでは、本当にこう自分が、ああ、よくやったぞ、みたいな、こう心が解放していくような、こう、なんか凝り固まっていたものは溶かされていく、こう広がっていく、馴染んでいくみたいな、そんなエネルギーなんです。総じて。ただ12月の22日以降は、また責任感とか、こう、本当に実際やること頑張ろうみたいな仕事モードになったりとか、役割っていうものも強くなるんですけど、22日までっていうのはどっちかというと、精神的な意識の拡大っていうのがすごく大きいので、自由を感じるんじゃないでしょうか、おそらく。なので、12月20日の、伊手座で起こる新月の時は、ぜひね、来年のことを、願ったり、これからの自分のあり方っていうものを意図していただけたらなと思います。で、カードで見た時に本当に面白い感じが出ていて、まず、今、本当にやることいっぱいなのかなっていう感じがします。ソードの8が出てるってことは、もうよっぽど何かに縛られているってことなんですね。一番多いのは時間です。もうやることが多くて、こう時間の制限がすごく強い。もう余裕がないっていうのかな。こう、今日何しよっかなみたいな時間が全くないみたいな感じはありますし、またはご自身のこう、計画とか思考の中で、あれもしとかなきゃいけないし、これもしとかなきゃいけないしっていう、こうやることタスクで自分が埋め尽くされて、余裕がないっていうことかもしれません。でもいずれにしてもですね、そこまで、こう、よくいい風に言うと、そこまでしてでも何か自分を律したいんだなとか、自分をちゃんとコントロールしたいのかなっていう感じもしました、これは。本当になんかこう、何でも、例えばこの1週間もう本当に自由で何にもしなくていいよみたいな時って、だらーんってなりますけど、もう今そんなこと言ってる場合じゃないみたいな、やることちゃんとやっとかないと進まないみたいな、なんかそんな感じがありますけど、でもそれぐらい、なんかこう自分がやりたいことを、こう生きていくために、なんか自分がちゃんと、セッティングしてるんだなっていう見方もありますしね。例えば、会社でやることいっぱい仕事を与えられて、もう余裕がないですっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、でもそういう経験も幸せよなっていう感じがするので、どんな制限を自分に感じてるのかっていうことをまず一つ思ってくださいね。なんかそういうのって一瞬でこう思考が解けると、なんだ、別にそんなに焦ることなかったみたいに思う時ってあるので、そしてやっぱりなぜそう言うかっていうと、気をつけることとして言われてるのが、なんかね、もっとちゃんとしなくっちゃとか、もっとこうあるべきなんじゃないかなという思いから、自分をダメだダメだってあんまり言わないでみたいな感じですね、これは。現実には起こってないんですけど、想像の中でそうならないようにしなくっちゃとかっていうことで自分をすごく責めて、実際起きてない不安感にもしかしたら、襲われてるかもしれませんよっていうことなんですね。これ誰しもが陥ることです。だけど、そこに気がついて、もしかして私自分のことすごい追い詰めすぎてたかもしれないとか、まだこれ起こってないことなのに、なんでこんなに心配してるんだろうっていうことで気づくことによって、この自分で縛っていた感覚って自分で緩められるのでね。そして、なんかここまでも、なんだかんだ言いながら、でもうまくやってきたじゃないですか、みたいな、綱渡りだけど、綱渡りでもちゃんと渡ってきてるじゃないですか、みたいなカードが出ています。自分では必死で余裕ないって言ってても、
もしぐらって倒れそうになったらちゃんと支えてくれる存在もいるよ、周りにっていうのもあるし、単に自分がちょっと気を抜けないなと思ってるだけで、やっぱり流れだったりとか状況っていうのは自分にとってプラスだよっていうメッセージだなと思いました。そして何よりもやっぱりね、これがキーですね。今現状のところでこれペンタクルスの5というカードが出てるんですけど、これ本当に一般的にはそこに価値があるのに、それに気づかずに嘆いているみたいな感じのカード。自分はこんなに大変だみたいに思っているけど、さらにそこにこう声をかけてくれる人がいたりとか、大丈夫だよって言ってくれる人がいるけど、それにもその言葉も信じずに、あーってなってるみたいな感じのカードなんですけど、このカードが出てくるとポイントがありまして、これは本当にそこに価値があるんです。でも自分がそれを見えないっていう状態なんです。ということは、逆を言えば、このカードが出てるということは価値があるっていうことを言われているんです。でも、もしかしたら自分が東大元暮らしみたいな感じで、今そこにある目の前の恩恵に気づかずに、あーって言ってるかもみたいな。もうなぜならばもう自分で自分のことを目隠ししちゃってるから、もういろんなことで、やるべきこととか、こうあるべきとか、明日の会議でこうでとかって考えてると、実はその会議うまくいくように応援してくれてる人の思いに全然気づかなかったとか、なんかそういう感じで自分が目隠ししてるがゆえに気づかないけど、あるよって、そういうメッセージだと思いました。その目の前にちゃんと恩恵あるし、お羊座さんはお羊座さんの価値があるんだよっていうのをなんか強いメッセージを感じますね、これが。今回これから。なんか、よくあるじゃないですか。傍から見たら、なんか目の前にあるじゃん、そこそこって言っても、本人は全然どこどこって言ってるみたいな、そんな感じで、探してみてください。感じてみてください。ご自身の価値をね。そして、それからですね、ここからやっぱり12月って言ったらいきなりやっぱチャンス来ます。特にこれはお仕事かなと思いますが、なんかまるで自分のステージが変わるかのような、ステータスが上がるような、いい仕事だったりとか、自分がやってみたかったこととか、自分の生き方や生活のなんかやり方が変わるような仕事が入ってくるような感じがします。で、もし仕事してませんっていう方も、生活自体がなんだか本当に今までと違うぞって感じがするんですね。例えば、どこどこに行くようになった。誰々と知り合ってどこどこに行くようになった。それは別に仕事じゃなくても。でもそれがとっても自分を肯定している出来事だし、自分も認められるし、なんか、まるでですよ。こう、今まで入ったことのないお庭に入っているみたいな感じでしょうか。お庭っていうか、これ一応、立派な屋敷の中のお庭という前提なんですけど、一般的には入れないですね、その屋敷の中の庭にはね。でも自分は招かれてそこに入っている、そしてそこにある綺麗なお花だったりとか咲いている実だったりとかを自分が見る権利もあるし、食べる権利もあるし、なんならそれ与えられているということを感じるよっていうカードなので、何か急に今まで11月は本当に詰まっていた、滞っていたものが、12月本当にホロンホロンっていろいろ流れ出すんじゃないかなと思います。で、そうなると一気に、やっと来たチャンスと思って、じゃあ今のうちにとか、じゃあこの話はっていうことですごく忙しくなる感じがするんですね。で、ここでワンドの9というカードが出てまして、このカードすごく可愛くて面白いんですけど、どうですか？なんか棒の上にいろんなものが乗ってますよね。鳥だったり、ネズミだったりとか、魚だったり、トビウオだったり、ウサギだったりっていうことで、要するにいろんなチャンスが、お羊座さんにあるよってことなんです。で、それを全部やりたい。これもこれも、今のうちにこれもこれもっていうことで、やろうとするんだろうなって思うんですけど、でも実際ご自身の体力や時間っていうものは、有限の中で自分が過ごしていると思ったら、どこに一番今は優先にそれを携わりたいですかっていうのを自分で選んでいくんだろうなと思います。全部をやるにはちょっとしんどい感じがするので。そしてその後ですね、やっぱりこれペンタクスの7というカードなんですよ。でもこのデッキに関してはなんか自分が星の方に歩いていっているっていうカードがありまして、こう日常のなんか、日常も、今の日常も悪くないんだけど、もっと自分の理想の方に歩いていくっていう、こう星をめがけて歩いていくっていう感じのカードが出ていて、まさにこの伊手座さんの12月中旬あたりのこう
希望の扉が開かれるみたいな、情熱が開かれるみたいな、そっちに行くぞってみたいな、そんな感じのカードが出ているので、楽しそうだなって、この前半はちょっと、なんか大変だと思ってるかもしれないけど、すごく開かれていくなって感じが出ています。そして、気をつけることとして言われているのが、なんかね、やっぱソードの10の逆っていうのは、夜明けなんですね。でも夜明けなんだけど、なんか、もう玉砕覚悟でやったら夜が明けたみたいな感じもあるので、何か一つ、もしかしたら、お羊座さんの中で怖いこと、こんなこと言ったらもう終わりでしょみたいな、なんか、例えばここですごい仕事の話とか、いろんなチャンスが来ている時に、それ断ったらもうチャンス来なくなるでしょうって。でも本当はこっちを優先したいから、こっちちょっと待ってくださいって言いたいけど、でも断ったら申し訳ないし、みたいな、なんか例えばですよ、そういう感じの怖いこと。でも、はっきりと、その自分の中の真実に従って生きるっていうふうに決めたら、断らなきゃいけないこともあるかもしれないじゃないですか。で、それやってみたら大丈夫ですよ、みたいな。ちゃんと夜が明けて、もっと穏やかな、もっと信頼できる関係性が生まれますよっていうふうに言われてるんですね。すごく面白いなと思いました。本当はなんか怖い。それを言うと嫌われるんじゃないかとか、それを言うとなんかね、つまはじきにされるんじゃないかって思うかもしれないけど、本当に自分の真実を語ったら、もっと信頼できる関係性ができたみたいな感じです。そして、オラクルがやっぱりワンドの6の逆なんですね。なので、何かいい知らせだったりとか、いいニュースだっていうのは来る感じがします、とても。でもそれを、なんか自分があんまりひけらしちゃいけないんだとか、あんまりそれを自慢に話しちゃいけないんだみたいな感じもありますし、ちょっと遠慮してるなっていう感じはあります。ただ、これ逆位置ですけど、だからといって悪いニュースが来るということではなく、私が感じるのは、おそらく今この12月に、お羊座さんが体験して得るチャンス、そしてその、なんか、ただチャンスが来てよかったねだけじゃなくて、こうチャンスが来てるからこそ、自分で選んで何か自分の中で怖かったことを超えていく。それができた時に、すごく周りからも称賛されるし、自分も心地いいよっていうことを言われてる気がしました。はい。ということで、これを踏まえてお仕事のことを見ていますね。仕事。仕事もね、なんかね、いい話っていうか、なんか開かれてきそうだなって感じはありますけどね。マジシャン。お月さん。カップエースということで、いいですね。やっぱり何かね、新しい仕事の話だったり、こうちょっと11月は本当に滞っていたものが急に流れ始めるとか、いい形で、始まるって感じがします。何かが始まる、お仕事を通して。で、それに関してはちょっと大丈夫かなっていう思いもご自身の中であるかもしれません。お月さんが出てるから。なぜかって言ったら、その先の保証がないから。本当にこれで大丈夫かなっていう気持ちもあるけど、でも、未来を作っていくのは自分の感覚だというふうに思っておいてください。自分が喜んで安心して、自分の、真実に従った願いを持ってる以上、そのようになるよと。なんか、姑息な、なんか、戦略でどうこうとかじゃなくて、自分の真実の喜びに従っていれば、それは大丈夫だよって言われてる気がしました。強いですね。ちょっと、人間関係見てみますね。人間関係。ソードエース。節制。ラバーズということで面白いですね。ちょっと本当に例え話をしますが、例えば結婚したいと思ってる方がいて、思ってる、婚活を頑張っているとかいう方がもしいらっしゃるとしたら、すごい婚活うまくいきそうな感じのカードなんですね、この流れは。そうとも言えるんです。仕事でも言えるし、そうとも言えるんですけど、その時に、
なんか出会いを求めて婚活しました。そしたらとてもいい相手を紹介されました。だけど、その人とうまくやるには、これをクリアしなきゃいけないし、これもクリアしなきゃいけないし、いや、本当は私それが嫌なんですってことを言わなきゃいけない。相手に正直に言わなきゃいけないんですね。だから切り込んでって言われてるんですね。表面上うまくするんじゃなくて、本音で切り込んでって感じで言われてるんです。で、そうすることによって、本当に繋がりたかった繋がり方ができるよっていうふうに言われてます。そして、すべてが自分にとって都合のいい相手なんて存在しないと思うんですけど、でも自分の愛情の力や相手の、もともと持ってるポテンシャルっていうか力がちゃんとうまく、引き出されて、ここからいくらでも変えていけるんですよ、関係性はって言われてる感じがしました。なので、もし本当に分かりやすい例で婚活してますっていう人だったら、おそらく出会うでしょう。だけど、それには、なんか、クリアにしなきゃ問題が、いけない問題があったり、もしかしたら、それ周りの人からは、ちょっとそれはちょっとどうなのみたいな感じで止められたりとかして迷うけど、そこを切り込んで、本音のところで話をする。もうこの破談になってもいいやぐらいの感覚で話をすることによって、本当のつながりができるよっていう感じがしました。で、これ別に婚活してる人じゃなくても、例えばビジネスでも何かが始まりそうっていうのがあった時に、なんかいい顔して、体裁作ろうって、なんか程よく関わって仕事するではなく、本当に私はこうしたいんですっていうことを言っていく。それによって、なんか関係性が、なんていうか、綺麗になる感じがしますね。いいんじゃないかな。この動き、なんか本当12月にふさわしいって感じがしますけど、いかがですか？ねえ、いい感じしますよ。どうでしょう？皆さんももしよかったら、もし、この内容が分かりましたよという方はぜひね、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっと最後にもう一枚、オラクルカードを引いてみますね。はい。このカードが出ました。何か皆さんもご自身でメッセージ受け取ってみてくださいね。ジャスティス、ハーモニー、ソリューションということで、何か一つをなんか優先したら一つがダメになるみたいな、そういう思いあるかもしれませんが、もっと客観的に見たらいろんなものっていうのは調和で満たされてますよっていうメッセージも感じますし、何か11月に本当にうまくいかなかったことの解決策っていうものが、なんか12月は出てくる感じがしました。はい。ということで、ここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。素敵な12月をお過ごしください。失礼します。